はい、始まりました。皆さんお待ちかねのいつものグルール編、はい、始まりました。なるほど。はい。待望の俺のフィールドだと。有効食、離食編が、これから始まっていくんですが、はい。対抗食編は終わりましたんで、はい。次は有効食編やっていこうということで、まずはじめに僕の大好きなグルールから最初にやっていきたいと思いますので。皆さんお気づきだと思いますが、この人脳筋です。そうです。脳筋が大好きなんで脳筋デッキ大好きなんで、はい、まあでも、ちょっと最近続いてますけど、そういうデッキの紹介がちょっとイクサランが脳筋なんで、そういう関係だったんで、もうしょうがないということで、はい、やってきます今日は。これからグルールの逃走者を始めようと思ってる人におすすめのカード10選になります。10枚選んできました。はい。でまず高いカードの紹介なんですけど、グルールで高いカードって言いますと、まず適者生存とか、はい、あとフォーチュンとか、カード引けないんでマナクリを使ってる関係で、無のロットとか、はいはい、あと僕気づかなかったんですけど、洋蘭高いカードだって言ってていうか緑入ってるクリーチャーベースの敵だったらそらほぼ入るだろうっていう、洋蘭の世界線あるんだと思って買わなきゃと思ってでまあそんな感じ、高いカードはあります。であとグルールは結構お安くお買い求めできますんで、はい、おすすめっちゃおすすめになってますんで、はい、やってみてくださいということで。であとはよく使われているコンボ、これも割愛しますが、はい、鳩場剣士トラ、はい、とかフードチェーン、はい、救い赤だからあとキキジキですね、はい、キキジキ系のコンボ、それちょっと弱いんですけどちょっとマナコストがほら高いから緑が入ってることによって、赤単色のキキジキコンボ決まるっていう、そうなんですよねとかになりますかね。はい。なんでそれ以外で10枚選ばさせていただきましたんで、僕が発表させていただきます。強調したね今回は僕やらせていただこうと思いまして、はい、まず1枚目、はい、魂の1枚目、ルーリクサーになりますグルールを象徴するカード、ド直球きたねまずこのルーリクサーというカードはグルールのほぼ全てのデッキに入りますはい、でこいつの能力説明しますと、一応、はい、最近ルーリクサーの動画上げましたんで、そっちの動画見ていただければと思うんですが、はい、能力一応説明します。はい、6マナ66警戒到達で、各戦闘でまず必ずコンバットしなきゃいけないと、こいつは。でプレイヤーがクリーチャーでない呪文を唱えるたびに、ルーリクサーはそのプレイヤーに6点のダメージを与える。はい、めっちゃダメージ削れますで一応なんか無限装具みたいなロックもかけられるということで、例えば逆転棒とか唱えてるですからね、防げますよね。はい、なんでこいつはかなりダメージを削れるカードです。なんでグルールはダメージ削っていくんで、はい、こいつは重要なカードということになります。はい、かなり安いですで2枚目のカードいきたいんですけど、はい、2枚目はドロソーの話になってくるんですが、はい、基本的にドロ厳しい状況になります。緑のパワー参照とか、あとはピッチャー出た時ドローとかね、そういうのになってくるよね。そうですね、なんか横並び参照とか、パワー参照とかになりますかね。で一応よく使うかなっていう感じで言いますと、鋭い感覚というカードになるんですが、はい、これは1マナのエンチャントクリーチャーで、エンチャントしてるクリーチャーが対戦相手にダメージを与えるたび、あなたはカードを引いてもよい。つまり好奇心と全く同じカードなんですけど、はい、要は好奇心のタイムスパイラルですよね。そうですね。はい。これ例えばさっきのルールクサーに貼っちゃったりとかしたら、すごいドローする。6点で飛ぶたびにドローできますんで、そうですね。はい。これは結構横にもファッティとか並んできますんで、並んだクリーチャーでダメージ与えたらドローできるということで、意外と使える機会が多いんじゃないかなということで、このカード紹介させていただきました。はい。で次は3枚目のカードいくんですけども、激励というカードになりまして、はい、3マーのインスタントです。これはハムスターを巨大にする呪文ですか？そうです。これハムスターを巨大にする呪文ですあなたは森をコントロールしているのはピッチを打てるんですけども、対戦相手1人が3点のライフ
を得たらピッチで唱えられる、意味わかんないんですけどこれ1対1だと意味わかんないですよね。そうですね、はい、でクリーチャー1体対象として44修正ということで、これ逃走者ならではなんですけど、3人いれば1人3点ぐらい回復しても44上げる方のが重要だということで、パワータフネスを一番上げる効率がいいカードがこれですすごい今難しい説明したんですけどゼロコスなんで、ね、はい、ゼロコスで44を上げられるという、これかなり重要で、一応パワー参照みたいなこともすることってあると思うんですよ、なんで一応ゼロコスで44を上げるという、例えば逃走者のダメージを狙うことでも重要になってきますよね、なんでこれはかなり噛み合いがいいと思います。はい、で次いきます。次は忠実な護衛ハジャールというカードになってるんですけども、今度は逃走者とか他のクリーチャーを守っていこうということで、要は殴ってるクリーチャーを守っていきたいんですよ、なんでまず2マナ33でこいつを生贄に捧げると、ターン終了時まであなたがコントロールしている全ての伝説のクリーチャーは 1-0 の修正を受けて破壊不能を得ます、なんで一応破壊不能で守れるということで、伝説のクリーチャーなんで逃走者は絶対破壊不能になりますよね、なんで一応守るカード、何枚か入ってくる中で、赤緑でかなり使い勝手がいいのはこのカードかなと思いますんで、そもそも本人のスタッツも9体だしね、33ですね。こいつ自体でも殴っていけるという、かなり噛み合いがいいですよね、グループとしては、狙います。次はカードいきます。次は僕の魂の何回魂のカード今日出てくるんだろうっていうボーラスの回覧者ドムリになりますね、プレインゾーカーなんですけども、3マナのプレインゾーカーで闘争対戦のドムリになるんですが、まず自分のコントロールしてるクリーチャーが全員 1-0 修正を受けます。でプラス1で赤か緑1マナ加えられて、これはこのターンあなたが唱えるクリーチャー呪文は打ち消されない、ということで、このマナを出した時点でクリーチャー呪文が打ち消されなくなります、なんでこのマナを使わなくても打ち消されなくなるんで、このクリーチャー呪文を打ち消されないっていうのは結構使えますよね。使えますね。打ち消されないハードバが出てくるとやばいでマイナス2で格闘するという、地味にねこの格闘っていうモードもね結構グルールだとほぼ全てのデッキで噛み合いがいいですよね。そうですね。1マナ増える上にこれ 1-0 修正も全体にパンプしてる上に、さらに格闘もできちゃうということで、もうグルールだったらほぼ入ってくるんじゃないかなということになります、で今の打ち消されないっていう話の兼ね合いでこのカードが紹介されるんですが、難問の沈め屋、グルール2マナ混成で2-2なんですけども、この呪文はまず打ち消されません、でグルール混成1マナで呪文1つと対象としてそれは打ち消されません、なんでもう自分の呪文もちろん1マナで打ち消されなくできる、という意味でグルー結構防御手段が乏しいので、打ち消されなくするぐらいしか守る手段がないんですよね、でこいつのいいところは相手のなんか打ち消し合いとかに介入して、それ1個ちょっと打ち消されなくしてもらえませんかっていうこともできるという、そうですね、ことでこいつはグルールではかなりいぶし銀の活躍をしてくれる感じのカードになります、でその今打ち消し合いの関係で次のカード紹介させていただくんですが、ティボルトの計略、これティボルトの計略は2マナのインスタント、赤2マナのインスタントで呪文を1つ対象としてそれを打ち消す、なんとこれ打ち消し呪文が赤にもあるということで、で1か2か3を無造作に選んで、その呪文のコントローラーはその選んだ数に等しい枚数のカードを切削します。1だったら1枚切削、2だったら2枚切削、3だったら3枚切削で、その後その切削した後に違う名前の土地じゃないカードが追用されるまでめくってって、それが相手は耐えてもいいという、違う呪文に変わるという打ち消し呪文なんですけどね。でその追用されたカードを下に置くという、これ打ち消すカードっていうのはグルールだとパイロぐらいしかないじゃないですか。打ち消すカードってパイロって青限定なんで、確定で打ち消せるのはティボケだけなんですよ。そうですね。で特にグルールがティボケを一番よく使うんじゃないかということで、ティームさんがおっしゃってたんですけど、ルーリクサーで
こいつ打つと相手は2回唱えてることになるんで12点食らうぞとまあでも手も良いだから手も良いだからなるほどね、12点食らってもいいし6点だけ食らって何も唱えなくてもいいと。なるほどかなりこのグルールでは重要なカードになってきます。はい。試合が終わりましたんで、置物破壊どうなんだという、緑絡んできますんで、まずクラウスの意志というカードをご紹介したいんですけども、赤2の緑1の3マナ X のルールの呪文でして、1つ選ぶか逃走者をコントロールしているなら2つ選ぶっていうモードの呪文なんですけど、まず飛行を持たない各クリーチャーに X 点のダメージで、もう1個はアーティファクトエンチャーのうち X 個を対象としてそれを破壊する。で逃走者をコントロールしてると両方選んでいいっていう呪文なんですけど、これかなりグルールだと噛み合いがいいですよね。飛行を持たない各クリーチャー、自分の方はもうほぼ飛行を持たない各クリーチャーなんだけれども大体でかいから流す呪文としても有用だし、はい、ディッチャーが結構できちゃうということで、はい、これはグルールとしては結構強いんで、はい、お買い求めくださいということで。はい、あともう1個ディッチャー系のカードで言いますと燃え殻ズタというカードになってくるんですが、はい、グルール2マナのエンチャントで対戦相手がクリーチャーでない呪文を唱えるたびそのプレイヤーに1点のダメージを与えます。これ重要ですね。これ重要です。これ重要なんですよ。クリーチャーでない呪文を唱えるたびに1点のダメージですから、で1マナでこれを生贄に捧げるとディッチャーできてそのパーマネントコントローラーに2点のダメージを与える。これ何が1点重要かと言いますと、とにかく無限ストーンが止められるんでストーム系デッキは一応止まるし、なんならターボナウス的なものも一応かなりの確率で止まるんでなるほどそれに1点ちびちびね削っていくのも、結構ダメージで勝つ場合が多いんで、重要になってきますよね。はい、で最後の10枚目のカードになるんですけども、皆さんもう10枚目何紹介するかお気づきかと気づいてない人もいるか耳にタコの可能性がまたこのカードっていう出てくるのってなるのかもしれないんですが、はい、アベルヌスの憤怒カーラックになります。はい、こいつは万能生物ですか？いやこいつはグルール確定生物ですこれ万能生物ですよね。もうカーラック、俺たちもカーラックがここで来るんですが、はい、一応能力説明させていただきますとまだいりますか？はい5マナー54です。あなたが攻撃するたび最初の戦闘フェーズである場合全ての攻撃クリーチャーをアンタップします。でターン終了時まで先制攻撃を得ます。で追加の戦闘フェーズを1個加える。最初の戦闘フェーズであった場合1回だけ戦闘ができるんですが、こいつはどうやっても無限戦闘にはなりません。なりませんなりませんが、はい、例えばブリンクとかしてなったとしても最初の戦闘フェーズじゃないからどうやってやっても再戦闘できないんですが、はい、ただグルールの場合はですよね、再戦闘を1回すればいいと、無限戦闘する必要ないと全くない追加コンバット1回できただけで、はい、相手のライフが半分ぐらいなくなるんで、はい、全員のですよ。そうですね。なんでこいつはかなり噛み合いがグルールとしてはいいので、こいつがいかなくても、はい、追加コンバットできますんで、そうですね、出したターンに追加コンバットいけてその後も殴っていけるカード、でかなりグルールとしては噛み合いがいいかなと思います。はい、そんな感じで10枚選ばさせていただきました。はい、ご納得されましたかね一応専門の色ですから専門の色ですからご納得いただけるんじゃないですか。グルール俺好きだぜっていう人は、はい、こんなカードあるぜっていうコメントをしていただければなと思いますんで、はい、チャンネル登録よろしくお願いしますということでいつもありがとうございます。はい、じゃあ今回の動画は以上になります。おしまい。